皆さんこんにちは、小野田道久です。今回はスコール品川大井町からお送りしております。今日も高尾プロと一緒にやっていきたいと思います。高尾プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今回は現役選手が登場します。あら、ちょっと噛んじゃいましたけど、この方もですね、長い間テニス界を牽引してきて、今や選手会長もね務めるという素晴らしい選手が今日はゲストです。実績もね素晴らしいです。素晴らしいですね。早速お呼びしましょう。この方です。どうぞ。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。添田剛選手です。お願いします。いやついにね来ちゃいましたね。出しちゃった。このチャンネルにも出しちゃいましたね。1回目のゲストということで、やはりふさわしい、この方しかいないんじゃないかということで添田剛選手をお呼びして今日は、丸裸にしていこうかなと、素晴らしいところをどんどん引き出していこうかなということでやっていきます。最近どうですか、自粛がこう明けて練習とか普段のトレーニングとかは。そうですね、練習の度合いはもうほぼ 100% でやって、ただやはり体とかはもう少し時間が必要かなっていうのは感じてます。やっぱりストロークに関しては問題ないんですけど、サーブとかが少しまだちょっと物足りないのはありますね。いきなりツアーにねこれだけ長い間ストップしてていきなりツアー行って、僕みんな試合できんのかなってちょっと思いましたね。いやー怖いですよね、ちょっとね。怪我も怖いね。その状況下の中でもしっかり準備して、これからツアーに出ていこうという、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。Please subscribe。では早速グランドストロークのフォアハンドからちょっとやっていきたいと思うんですけども、まずグリップですかね。そうですね。基本の基本ということで、今はだいたいこういう感じで持ってますね。結構熱いんですかね。多分思ったより熱いと思う。そうですね。イメージ的には添田選手のボールの球筋ってちょっとこうフラットドライブ的なイメージ、多分皆さんも持たれてるし、そういうのがやっぱ武器だと思うんですけど、その割にはちょっと厚めだなっていう印象です。スイングから見るとちょっとやっぱ薄いのかなと思ったんですけど、実際こうやって見てみるとちょっと熱いのかな。それは徐々にこう熱くなったって感じですか。ラケットによってちょっと変えたりとか、あとはもちろんプロになっていくとこうだんだん熱くなってきたんですけど、やっぱり海外のボールは高いので、薄いと高いところは打ちにくくなっちゃうので、徐々に厚くしないといけないなと思って厚くしました。なるほど。じゃあ場合によってはクレーコートとかがちょっとあると、もうちょっと厚くなる場合もあるってこと。ありますね。特にあとはアメリカシーズンはやっぱりボールも跳ねるんで、やっぱりもうちょっと厚くしないと対応できないので、逆にウィンブルドンとかグラスコートになったらちょっと薄くなってるかもしれないですね。環境によって選手もね、いろいろフォームを変えたり、グリップを変えているんだなっていうのが分かりましたね。こだわりがあってもいいけど、やっぱそういう対応をねうまくしないとね、そこでやっぱりポイント取るかどうかだから、こだわるかどうかじゃないからね。そうなんですね。勝つかどうかのためにやってるわけですから。じゃあ実際にちょっと打っていただきましょう。そうですね。やってもらいましょう。はい。ではどうぞ。テイクバックも非常にこうシンプルでね、無駄がないですよね。やはりもうこんなね素晴らしい選手に言うの失礼なんですけど、入りそうな打ち方をするんですよ。僕はもうこの準備段階とか、あとはこのフットワークとか、もうこういうのがもう当たり前のようにできるっていうのは、このストロークが堅実で、なおかつやっぱこうしっかりスピンもねかかってるところがいいですよね。ラストお願いします。もう一球いきましょうか。ラストいきましょう。 OK、 ありがとうございます。OK です。グリップがちょっとこう厚くなってるせいか、テイクバックの時少しこう上に向いてる。昔、僕現役の頃やった時はもっと薄かった記憶があったんですけど、その辺はどんどんこう進化していくのかなっていう感じが。そうですね。今はちょっと意識しているのは、まず左手を、左肩って言ったらいいんですかね、こうちょっとやっぱひねりを強く最初に持ってくる。で右手は昔はこう引いてたんですけど、今ちょっと肘から引いて、でこのしなりで
打つっていうのを意識してて、僕はちょっとこの辺りの関節が硬いんで、人の倍以上こういう動きをしないと、こうひねりが出ないので、なるほどね、少し大げさにやってます。けど見てるとそんな感じは全くしないですよね。こうやってやってるっていうやっぱだ感じが。からこれって選手のやっぱすごい繊細な感覚だと思うんですよ。映像ではほぼ変わらないけど、いやこういう風にしてるとか、ね、ちょっとグリップ薄くしたとか、なんか当てるところをちょっと変えたとかっていうのがあるんで、やっぱそういうところは本当ね、何歳になってもやっぱりこういろんなものを取り入れるっていう成果が出てますよね。まあちょっとスタンスとか足の方はどうですか？足は、クローズスタンスの時は、打った後は必ず、こういうふうに右足をうまく出すという。でオープンで打つ時は、意識しているのはこう軸足、特に右のお尻なんですけど、ここを使って打って、なるべく状態はこう後ろにならないようにして、ここを使って打つと、場合によっては左足も上げちゃっても構わない。なるほどね。ボールによってはね、そういうことが必要になりますからね。ここはやっぱり動かさない。スクエアスタンスで打つとかオープンスタンスで打つとかって決め事よりかはボールによって変えていくっていう形で。そうですね。一番大事なのは後ろにスタンスがいかない。必ず前にボールを押し出すっていうイメージが持ってます。添田選手の試合とか見てると、もちろんディフェンスで下がることはあっても、そんなにベースラインから大きく下がらないプレーをっていうイメージがやっぱ強いから、そこをやっぱ意識したりするんですか、このラリーのところでは。僕は居心地がいいのはやっぱ前目なので、後ろにいるとどうしても気持ち悪いんですよね。なんかやられてるっていう雰囲気になっちゃうので、後ろ下がったとしてもすぐ前にポジションをするっていうのは常に心がけてます。逆にクレーコートとか行ってもポジションはあんまり変えない。逆に後ろに行っちゃうとクレーコートのスタイルにはめられちゃうので、後ろ行ってもいいんですけど、この前後の緩急って言ったら後ろ行ってすぐ前行くとか、こうやってやると縦の動きがあると相手がすごい嫌がるんですよ。特にクレーコーターって一定のリズムが好きだから、そこを入れていきなりフラット打つと結構ミスってくれたりするから、そこは去年得た収穫でした。じゃあ変にクレーコートで戦っててもクレーコートのプレースタイルにはこだわらないところですよね。自分のプレーをやっぱりより出す、逆にもっと出すもっと出すことなんだ。そこはね、やっぱり自分のスタイルを貫き通す。僕だったらちょっと後ろ下がったりとか前にいろいろ変えたいところなんですけど、後ろ下がるとね飛ばないんだ。慣れてないと。これ本当ね、ディフェンスしたいとかここからと思うけど、やっぱある意味テニスを始めた時からクレーコートで育ってる選手と、僕らハードコートでやってて急にクレーシーズンだけって言ってもね、1球2球はなんとかなってもね深く打ち続けるのはなかなか難しいですね。それは体力的なものもね、もちろんあると思います。We'll take the world's #1, so please subscribe now. ちょっと真ん中気味からちょっとフォアを。いいですよ。もっとど真ん中からちょっとこうねフォアで支配するっていうところ、やっぱこれ添田選手の一つの武器だと思うんで、もうコントロールはもう頭の位置もね安定してますし、いやプロに言っちゃいけないけどね、うまい。うまいでしょうね。うまい。そのうまいっていうのはもうなんかこう普通に当たり前のようにもうどっちでも打てる。相手からするともうこう構えられたらどっち動いたらいいんだろうっていう感じですね。ラストお願いします。あんまりこう直すところも言うところ、いや直すところはないですよ。直すところはないですけど。やっぱ真ん中気味に来たボールはできる限りフォアっていう意識はそうですね。やっぱりパワーがどうしてもバックだと決めきれない時あるので、フォアで主導権を握って相手にプレッシャーをかけるのが、主導権を握るという意味ではすごく大事かなと。当たった後のこのフォローとかって何か意識してることありますか？多分視聴者の方はそういうところが気になるところなんですよ。真ん中から相手のフォアを打つときは、
一緒は一緒なんですけど逆クロスも、やっぱり外側に追い出したいんで、少しこう大げさに言うと外から内に巻き込むような打ち方をすると、やっぱりより横にちょっと横に跳ね跳ねて、るイメージエースになりやすいですし、逆クロス打つ時も、そのイメージは大事だと思うんですよね。どうしてもシュートさせるとた方がなんか決まるんじゃないかって外側に行くからね、でもやはりそれって結構リスク高くて、落ちないですしボールが、でサイドにも切れやすいので、僕まあちょっと一緒なんですけど、なるべくこう外から巻くような逆クロスを打つと、より安定感も増すし、なんか変な打ち方にもならないと思うので、僕はそこを気をつけてます。なるほどね。まあもっとね、例えばもっとバック寄りから打ったらね、ちょっと高いところだったらちょっとこうシュート回転にするとかっていう技術はありますけど、やっぱそのね、相手を押し込んで、このやっぱ真ん中からもちろんフォアにもバックにも押し込んで、最近の添田選手のプレー見てると、ちょっとでも相手がこうスライスでなった時にスッと前行くのがすごく増えた。と僕は試合見てて思うんで、やっぱそういうののボールの配球と強さによってすごいフォアハンドは大事だなと思いますね。回り込み、やはりここが一つのねキーポイントになると思うんですけれども、まあもう少し打ってもらえます？もっとですか？まあ視聴者の方多分見たいんですよね。いろんなショットを打ってるのが。できたらちょっと浅いボールを高いボールとかチャンスボールとか、ちょっとアプローチっぽいのとかっていうのを。Subscribe, subscribe, 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 subscribe. 少し浅めでじゃあいいです。ちょっとこうね動きがあった中で、ゆっくりでいいですよ。間はね。これ距離が短くなった途端にね、逆にスイングが鋭くなりますよね。こうやって見てて分かるのは、この足のリズムが一定なんですよね。なるほどね。止まったりしないんで、入る前にしっかりこう、必ずリズムを取ってから入るっていうのがさすがですね。かといって急いでるわけではないんだよね。ラストお願いします。まあチャンスボールとかでこう気をつけてるポイントってありますか？いやチャンスボール難しいんですよね。普通のボールより難しいので、より集中力と神経を使わなきゃいけないショットなんですけど、やっぱりこう高いところから打ちたいので、ボールの上っ面を打つイメージ、こうやっぱ入ると、スピンが強くなりすぎちゃって、決めたいボールは決まらなくなっちゃうんで、なるべくかぶせるぐらい上から。ね、こういうのがすごく視聴者が間違いやすいところで、かぶせるっていうとじゃあかぶせていいのかって思うそこなんでね、だからそれが感覚っていうところなんでね。普通の時ではそうはしないけど、ちょっと高く上がってきた時にはかぶせるようなイメージで入ってるっていうことなんで、そこら辺はね間違わないようにしていただかないと。このチャンネルスロー再生よくやってますから、そこでじっくり見てもらえれば。そこでかぶってたらかぶせてください。でもかぶってないと思いますから。まあそういう感覚ですかね、やはりね。やっぱあとはスイングスピードも速く、より速く、ここがやっぱり大事だと思う。こうゆっくりこうやってやっちゃうともうフラットでアウトになっちゃうんで、だから難しいんですよね、チャンスボールって意外と。よくね浮いたボールほどなんか決めれるじゃないと思うけどね、それ相手がいなかったら関係ないですけどね、相手が構えてるところにいいボールを打たなきゃいけないわけで、その次もあるからね、やっぱそういったやっぱ自分の中でのこうチャンスだと思われるやつほど気をつけてるってことですね。僕気になったのはやはりこの足回りのこの軽さ、フットワークの一定のこうタイミングで取るっていう、もうこれはねグラウンドストローク得意な選手よくあると思うんですけど、添田選手もさすがにやっぱり止まることはなかったんですよね。そうですね。時間がある時ってどうしてもこうね一般の方は止まって打つっていう感覚があると思うんですけど、そこはリズムが本当に素晴らしいですよね。だからそれが結局ボールとの距離感だったり、他の動画でも説明してますけど、ちょっと短いボールに対して後ろからね前に動いていくっていうところはもう当たり前のようにできてますよね。視聴者の方もよくこの映像を見ていただいて、イメージトレーニングからやはり始めていただければと思います。Star Tennis Academy。はい。あ、俺なんで受け取ってもらいましょう。
1球ずつ回りましょう。はいわちょっと音が全然違う。なんか3人でレッスン受けてるみたいな。確かに。お願いしますおおでも一緒にやってるとイメージ良くなるよ。ね、ほ後ろから見るとね本当にイメージ良くなりますね。ラスト1回ずついきましょうか。ああ、いいな。当たり前だけど。ああ、失礼。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!